今日の動画は何ですか？日本語で物語を聞こうです。昔々、あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは毎日山へ行って竹を切ります。おばあさんは毎日川で服を洗います。ある日、山の中で一つの竹が光っていました。おや、不思議な竹だ。中に何かあるのかな。おじいさんが竹を切ると、小さな女の子がいました。わあ、なんてかわいい赤ちゃん。きっと神様からのプレゼントだ。二人はその子にかぐや姫と名前をつけました。まあ、本当に可愛いですね。そうだね。私たちの宝物だ。かぐや姫は3ヶ月できれいな娘になりました。おじいさんが竹を切るとお金が出てくるようになりました。おや、またお金だ。かぐや姫が来てからいいことばかりですね。おじいさんとおばあさんはお金持ちになりました。かぐや姫はとてもきれいでした。その話は国中に広まりました。たくさんの人がかぐや姫と結婚したいと思いました。特に5人の偉い人たちが毎日家に来ました。かぐや姫、私と結婚してください。私は結婚しません。かぐや姫は困りました。だからみんなにお願いをしました。インドにある石の器を持ってきてください。海の底にある光る枝を持ってきてください。燃えないネズミの皮で作った服をください。でも誰も本当の宝物を持ってくることはできませんでした。その話は国で一番偉い人、帝の耳にも入りました。そんなに綺麗な人がいるのか。私も会ってみたいな。帝はおじいさんの家に行きました。あなたがかぐや姫ですか。とても綺麗ですね。ありがとうございます。私と結婚してお城で一緒にいましょう。ごめんなさい。それはできません。その年の秋、かぐや姫は毎日月を見て泣いていました。どうしたの？何か困っているの？おじいさん、おばあさん。かぐや姫は本当のことを話しました。実は私は月の世界の人間です。次の丸い月の夜、迎えが来ます。なんだって、そんな。行かないでください。その夜が来ました。帝はたくさんの兵隊を送りました。でも月からの人が強い光を出すとみんな動けなくなりました。かぐや姫はおじいさんとおばあさんにさようならを言いました。おじいさん、おばあさん、ありがとう。元気でね。姫、行かないで。かぐや姫は空の服を着ると地球の思い出を全部忘れました。そして静かに月へ帰っていきました。昔々、あるところにおじいさんとおばあさんがいました。二人には子供がいませんでした。子供がいたらいいな。本当にね。神様、どうか私たちにも子供をください。小さくてもいい。元気な子が欲しいな。ある日、おばあさんが手を合わせてお願いしていると、とても小さな赤ちゃんが生まれました。見てください。赤ちゃんです。お、でもすごく小さい。指ぐらいの大きさだ。そうね。一寸くらいしかないね。名前は一寸法師にしましょう。いい名前だね。ようこそ私たちの家。
一寸法師は小さいけれど元気で真面目な子でした。やがて大きくなって言いました。おじいさん、おばあさん、僕は強くなりたいです。強く？あなたはこんなに小さいのに。僕、旅に出ます。立派な男になります。そうか。じゃあ、この針を刀の代わりに持っていけ。このお椀を船にして、この箸を買いに使いなさい。ありがとうございます。行ってきます。一寸法師はお椀の船に乗って川を下り、都へ向かいました。わあ、すごい。これが都か。人がたくさんいるな。あれ、小さい人が歩いてるぞ。本当だ。かわいい。おもちゃみたい。僕はおもちゃじゃありません。立派な侍になるんです。一寸法師は立派な屋敷の前に行きました。おい、声がするけど、どこにいるんだ？ここです。足の下にいます。ああ、小さいな。でも元気そうだ。何をしに来た？この屋敷で働かせてください。面白いな。姫様に話してみるか。お願いします。一寸法師は優しいお姫様に会いました。まあ、あなたが一寸法師？本当に小さいのね。はい。僕をおそばに置いてください。きっとお役に立ちます。いいわ。よろしくね、一寸法師。ありがとうございます。ある日、姫様と外を歩いていると、突然、鬼が現れました。ガハハハ、娘、おさらいに来たぞ。キャ、誰か助けて。姫様を話せ。この一寸法師が相手だ。なんだその小さいやつは。ははは。笑うな。これでもくらえ。うぎゃ、目が痛い。やめろ。もう一回だ。やめてくれ。もう悪いことしない。これをやるから。あ、うちでの小槌。それで好きなものを出せるぞ。じゃあな。鬼は逃げていきました。姫様と一寸法師は打出の小槌を見つめました。一寸法師、ありがとう。助けてくれて本当にありがとう。僕こそ姫様を守れて嬉しいです。この小槌を使ってみましょう。何を出しますか？あなたが大きくなりますように。姫様がそう言うと小槌が光りました。うわ、体が大きくなってる。すごい。普通の人の大きさになったわ。姫様、ありがとうございます。立派になったね、一寸法師。これで本当の侍として姫様を守れます。頼もしいわね。これからもよろしくね。一寸法師は姫様と一緒に家に帰りました。お、一寸法師、帰ってきたのか。まあまあ、こんなに大きくなって。ただいま、二人のおかげでここまで来られました。よく頑張ったな。本当に立派になって。あなたのご家族、とても優しい人たちね。はい、僕の宝物です。あなたの夢、叶ったね。はい、でもこれからが本当の始まりです。こうして一寸法師は大きくなり立派な侍になりました。そして姫様と幸せに暮らしました。昔々、おじいさんとおばあさんがいました。ある日、おばあさんが川へ行きました。おばあさんは洗濯をします。川から大きな桃が来ました。わあ、大きい桃でしゅ。おばあさんは桃を家へ持って帰りました。おじいさんとおばあさんは桃を開けます。びっくり。中にかわいい赤
赤ちゃんがいました。二人は赤ちゃんに桃太郎と名前を付けました。桃太郎は大きくなりました。強い男の子です。ある日、桃太郎は言いました。私は鬼ヶ島へ行きます。悪い鬼を倒します。おばあさんはきびだんごを作りました。桃太郎、これを持って行きなさい。日本一のきびだんごですよ。ありがとう。行ってきます。桃太郎は歩きます。犬が来ました。ワンワン。桃太郎さん、どこへ行きますか？鬼ヶ島へ行きます。きびだんごをください。私も行きます。はい、どうぞ。一緒に行きましょう。次に猿が来ました。ウキウキ。桃太郎さん、そのきびだんごおいしいですか？日本一のきびだんごです。一つあげます。一緒に鬼を倒しましょう。はい。行きます。最後にキジが来ました。ケンケン。私も連れて行ってください。もちろんです。きびだんごをどうぞ。みんなで力を合わせましょう。桃太郎と犬と猿とキジは友達になりました。桃太郎と友達は鬼ヶ島へ着きました。鬼がたくさんいました。なんだ、お前たちは。桃太郎は刀を持っています。悪い鬼。勝負だ。犬は鬼に噛みつきます。猿は鬼を引っかきます。キジは鬼の目をつつきます。桃太郎と友達はとても強いです。鬼は負けました。ごめんなさい。もう悪いことはしません。鬼は桃太郎に宝物をあげました。キラキラの宝物です。桃太郎と友達は宝物を持って家へ帰りました。おじいさんとおばあさんは喜びました。おかえりなさい、桃太郎。よく頑張ったね。そしてみんなで幸せに暮らしました。おしまい。昔々、海のそばの小さな村に、浦島太郎という優しい青年がいました。太郎は毎日、魚を取って家族に食べさせたり、村の人たちを手伝ったりして暮らしていました。あ、見て見て、大きな亀だ。ほんとだ、動きが遅いね。ちょっとつついてみよう。わ、やめなよ。逃げようとしてるじゃん。いいじゃん、ちょっとだけだよ。おい、君たち何してるんだ？太郎兄ちゃん、この亀ね、捕まえたんだ。捕まえたって
いじめてるだろ。かわいそうじゃないか。だって、ただの亀じゃん。生きてるものをいじめちゃダメだ。ほら、この亀、怖がってるぞ。ごめんなさい。うん、わかればいい。さ、亀を海に返してあげよう。ほら、もう大丈夫だよ。気をつけて帰れよ。それから数日後のことです。太郎が海辺で魚を取っていると、あれ、なんだ？海の中から亀？浦島太郎さん、この前は助けてくださってありがとうございました。喋った？亀が？はい、私は竜宮城に住む亀です。お礼にぜひ竜宮城へご招待したいんです。竜宮城？本当にあるのか？もちろんです。とっても美しいところですよ。どうぞ私の背中に乗ってください。うん、夢みたいな話だけど、行ってみようかな。うわぁ、綺麗だな。魚たちがまるで光ってるみたいだ。もうすぐ竜宮城です。乙姫様がお待ちですよ。ようこそ、浦島太郎さん。私は乙姫と申します。あなたの優しさに感謝しています。乙姫様、ここが竜宮城なんですね。信じられないほど綺麗です。さあ、どうぞ中へ。美味しい料理と音楽でおもてなしします。こんなごちそう、見たことない。遠慮なさらず、どうぞたくさん召し上がってください。ありがとうございます。あ、これって、タイ？こっちはヒラメ？はい。タイやヒラメの舞踊りですよ。みんな太郎さんに感謝してるんです。本当に夢みたいだ。楽しい日々が過ぎていきました。太郎は竜宮城で時間の経つのも忘れてしまいました。乙姫様、僕、そろそろ村に帰らなくちゃ。もう大帰りになるのですか？ここにずっといてもいいのですよ。ありがとう。でも、家族や村のみんなが心配してると思うんです。そうですか。それなら、これをお持ちください。これは？小さな箱？これは玉手箱と言います。決して開けてはいけません。開けてはいけない、ですね。わかりました。やっと戻ってきた。あれ、村の様子が変だな。家も人も知らない顔ばかり。あんた誰だい？この辺りじゃ見かけない顔だね。僕は浦島太郎です。この辺りに住んでたはずですが。浦島太郎。そんな名前、昔話でしか聞かないな。まさか、どれくらい経ったんですか？さあ、100年くらい前の話じゃないかって聞いたけど。100年。そんな。太郎は信じられませんでした。乙姫の言葉を思い出しましたが、胸の中の不安がどんどん大きくなっていきました。玉手箱、開けちゃいけないって言われたけど。でも、もう誰もいないなら。うわ、白い煙が。煙が太郎を包み込むと、その姿はたちまちおじいさんになってしまいました。ああ、僕は浦島太郎。竜宮城は夢だったのか。こうして浦島太郎は長い時の流れの中に消えていきました。でも彼の優しさと勇気の話は今も語り継がれています。昔々江戸時代のことです。場所は信濃の国、今の長野県にあたります。そこに一人の大男がいました。名前は雷電多名門。身長は197センチ、体重は170キロもありました。まるで山のような男です。おい、見たか？雷電が米俵を3つも片手で持ち上げたぞ。嘘だろう？人間じゃないよ。
雷電は子供の頃から力が強く、村の誰もかなわないほどでした。けれども、心は優しく、弱い人を助けるのが大好きでした。ある日、江戸からやってきた侍が、村でこんなことを言いました。この村には雷電という怪力の男がいるそうだな。見せてもらおうじゃないか。お侍さん、力比べは好きですが、喧嘩はしたくありません。はっはっぱ、お前の力、相撲で試してみよう。こうして、村の広場で力比べが始まりました。侍は必死に押しましたが、雷電はびくともしません。そして軽く押し返すと、うわっ。侍はあっという間に土の上に倒れました。すごいぞ、雷電。江戸へ行けば、きっと天下一の力士になれる。そう言われた雷電は決心しました。よし、江戸に行こう。相撲で日本一を目指す。江戸に着いた雷電は、その力でたちまち人気者になりました。彼の相撲は強すぎて、誰も勝てません。生涯で記録した成績は、254勝10敗、勝率はなんと 96%。親方、もう誰も雷電さんに勝てませんね。いや、相撲は力だけじゃない。礼儀と心が大事だ。雷電はいつも相手を敬い、勝っても威張ることはありませんでした。その立派な姿に、人々は、雷電は力だけでなく、心も強い、と言いました。そして今でも、日本中の相撲ファンは言います。もし雷電が現代にいたら、横綱の中の横綱だ、と。雷電多名門。本当のヒーローでした。昔々、安国寺に、一休さんというとても賢い小僧さんがおりました。どんな難しい問題でも、あっという間に解決してしまう一休さんのトンチは、都でも大変な評判でした。その噂を聞きつけた、いささか意地悪な殿様が、一休さんを試してやろうと、自分の屋敷へ招待しました。しかし、屋敷へ続く橋の前には、こんな立て札を立てておいたのです。これじゃあ、殿様のお屋敷へ行けないじゃないか。この橋、渡るべからず、だなんて。一体どうしろって言うんだ。これは、皆さんお揃いで。何かお困りですか？おう、一休さん。ご覧ください、この立て札を。これでは橋を渡ることができませぬ。なるほど。この橋、渡るべからず、ですか。ふむ。わかりました。心配ご無用です。しかし、渡ってはいけないと。ああ、一休さん。大丈夫なのか。こら、一休。立て札が見えなかったのか。この橋渡るべからず、と書いてあったであろう。はい、殿様。もちろん、立て札は拝見いたしました。ならばなぜ渡った？わしの言いつけが守れるのか。いいえ、殿様。私はちゃんと立て札の言いつけを守りましたよ。何を言うか。現に今、この橋を渡ってきたではないか。はい。ですから私は、橋は渡っておりません。この通り、橋の真ん中を堂々と歩いてまいりました。何？橋ではなく、真ん中？はっはっぱ。これは見事。一本取られたわい。まさか、橋と読むとは。さすがは一休殿、噂に違わぬ賢さだ。殿様はすっかり感心し、自分の意地悪を恥じました。そして、一休さんを手厚くもてなしたということです。昔々、世界はまだ形のない海のようなものでした。空も地もなく、ただ静かに揺らめく闇の中に、二柱の神が生まれました。イザナミ、
見てごらん。どこまでも広い。けれど、何もない。この世界に形を作りましょう。命の住める場所を。二人は槍で海をかき混ぜました。すると、槍の先から雫が落ちて固まりました。こうして、最初の島、小野頃島が生まれたのです。それが、日本の国の始まりだと言われています。この島、とても素敵ね。私たちの国の中心にしましょう。そうだね。でも、命を生むには、まず、絆を作らなければ。二人は、世界を巡るように島を回りました。これは、天地の調和を表す儀式だったと言われています。まあ、なんて素敵な方。あれ、先に話すのは私の役だったような。昔の人は、男と女の順番にも、秩序があると考えていました。そのバランスが崩れると、世界もうまくいかない。その時生まれた子供は、うまく育ちませんでした。いざ凪とイザナミは悲しみ、もう一度やり直すことにしました。なんと美しい女神よ。まあ、嬉しい。今度は世界が喜びに包まれました。日本列島の島々が次々に生まれ、山や川、木々、そして命があふれました。今でも、兵庫県の淡路島には、いざ凪とイザナミが最初に降りた島、と伝えられています。その神を祀る、イザナギの神宮には、今も多くの人が訪れます。神話は昔話ではなく、日本人がどこから来たのかを考える心の地図なのかもしれません。神々が世界を作った日、それが日本という国の始まりでした。昔々、ある国に白雪姫という美しい王女がいました。しかし、その美しさを妬むまま母の王妃がいました。鏡よ、鏡。この国で一番美しいのは誰？王妃様、あなたは美しいですが、白雪姫の方がもっと美しいのです。そう。白雪姫が。もう許せない。あの娘を森へ連れて行き、二度と戻れないようにしなさい。こうして白雪姫は森の奥へ追い出されてしまいました。森の中で白雪姫は泣きながら歩きました。やがて小さな家を見つけます。誰かの家かしら？テーブルが小さい。ベッドも小さい。ここに住んでいるのは小人かもしれない。白雪姫は疲れて、そのままベッドで眠ってしまいました。やがて、家の主人である小人たちが帰ってきました。あれ、見たことのない人が寝てる。綺麗な人だな。どうする？あ、ごめんなさい。森で道に迷ってしまって。そうか、ここで暮らしていいよ。ただし、家事を手伝ってくれたらな。もちろんです。ありがとうございます。こうして白雪姫は小人たちと一緒に静かに暮らし始めました。鏡よ、鏡。この国で一番美しいのは誰？王妃様、森の中で暮らす白雪姫が、今も一番美しいです。まだ生きていたのね。自分で始末するしかないよね。王妃は年老いた商人のふりをして、毒リンゴを持って森へ向かいました。みんな、出かけたのね。静かだわ。こんにちは。お嬢さん、おいしいリンゴはいかが？真っ赤で甘いわよ。すみません。知らない方から物は受け取れません。まあ、疑り深いのに。ほら、私が食べるところを見せるから。ねえ、大丈夫でしょ。じゃあ、一口だけ。白雪姫がかじった瞬間、体がふらつき、倒れてしまいました。
これで終わりよ、白雪姫。王妃は満足そうに笑い、森を去りました。夕方、小人たちが帰ってくると、白雪姫は床に倒れていました。白雪姫、しっかりして。息をしていない。どうしてこんなことに。小人たちは白雪姫をガラスの棺に入れ、森の中に置きました。毎日、彼女のそばで泣きました。ある日、旅の途中の王子が、森でその棺を見つけました。なんて美しい女性だ。死んでいるとは思えない。どうか、この棺を私に譲ってくれませんか。あなたが本当にこの人を大切に思うなら、どうぞ。王子が棺を運ぼうとしたその時、棺が少し揺れました。白雪姫の喉から毒リンゴのかけらが飛び出しました。ここは、あなたは、あなたが生きている。本当に奇跡だ。王子と白雪姫は強く惹かれ合い、やがて結婚しました。そして、二人は幸せに暮らしました。もう、鏡はいりません。美しさよりも、心の平和が大切です。その言葉こそ、美しい。白雪姫は、ついに真の幸せを見つけました。終わり。昔々、シンデレラという美しい娘がいました。しかし、意地悪なまま母と姉たちにいじめられ、毎日掃除ばかりさせられていました。シンデレラ、まだ暖炉のすすが残っているわ。ぐずぐずしないで。はい、お母様。すぐにきれいにいたします。シンデレラの唯一の友達は、屋根裏部屋のネズミや鳥たちでした。ねえ、あなたたち。いつか私も、この古い服を脱いで、素敵な場所へ行ってみたいわ。ある日、王宮から立派な制服を着た王の使いがやってきました。王の使いは、全国民を対象とした舞踏会の案内を告げました。まあ、舞踏会ですって。招待状なしで誰でも行けるなんて素敵だわ。私こそが王子様の隣にふさわしいわ。シンデレラ、いつまで経っているの？早く私たちの準備をしなさい。私も行ってみたい。舞踏会の日が来て、姉たちは華美なドレスに着飾りました。完璧だわ。シンデレラ、あなたのようなみすぼらしい格好では到底行かせられないわね。でも行ってもいいって約束したじゃありませんか。ふふん。そんな格好じゃ恥をかくだけよ。おとなしく留守番していなさい。姉たちが馬車で去っていくのを、シンデレラはただ寂しく見送るしかありませんでした。神様、私も一度でいいからあの舞踏会に行きたいです。すると、シンデレラの願いを聞き届けたかのように、眩しい光とともに魔法使いのおばあさんが現れました。My dear。そんなに泣かないでおくれ。お前を舞踏会へ行かせてあげよう。あなたはどなたですか？まさか、本物の魔法使い？魔法使いが杖を一振りすると、ボロの服は美しいドレスに変わりました。さあ、このドレス、起きて。そして、かぼちゃが立派な馬車に変身よ。信じられない。まるで夢のようです。ありがとうございます。ただし、忘れないで。魔法は12時の鐘が鳴り終わるまでよ。はい。必ずそれまでに帰ります。豪華な舞踏会に到着したシンデレラは、誰もが息を飲む美しさでした。私と踊っていただけませんか？レディ。光栄です。王子様。二人は夜通し踊り続け、お互いに心惹かれ合いました。あなたのお名前は？そして、
どこからいらしたのですか？それは秘密です。私は今、この瞬間が楽しいのです。楽しい時間はあっという間に過ぎ、時計が真夜中の12時を告げました。大変、もうこんな時間。王子様、さようなら。待って。行かないで。君の名前だけでも教えてくれ。シンデレラは慌てて階段を降りる途中で、片方のガラスの靴を落としてしまいました。王子様は、その靴の持ち主を必死に探しました。家来が全国を回ります。この靴にぴったりの足を持つ女性こそ、未来の妃となる方です。じゃあ、入らないわ。もう少し力を入れて。見て、この靴は私のものよ。バカね。私の足はもっと細いのよ。次は私の番よ。私ならきっと履けるわ。どうか、私のところまで来てくれますように。ママ母に隠されていたシンデレラが、ついに王子様の前へ出ました。まさか、君だったのか。ガラスの靴は、まるで彼女のために作られたかのように、ぴったりと合いました。なぜよ。ありえない。そしてシンデレラは王子様と結婚し、いつまでも幸せに暮らしました。シンデレラ、掃除終わった？もう少しで終わります。あんた、ほんととろいね。私たちもう出かけるよ。今日は王子様のパーティーだよ。あんたが行けるわけないけどね。そうそう、ドレスコードあるし、スニーカーじゃ入れないよ。そんなことは勝ってます。うちらは映え狙ってくるわ。インスタ用に100枚くらい撮ろう。ハッシュタグ王子の舞踏会と。いってらっしゃいませ。いいな、私も行けたらな。王子様ってどんな人なんだろう。っていうか、掃除しながら独り言って我ながらやばい。ピロン。誰だろう。フェアリー、ゴッドマザーから DM。何これ、スパム？スパムじゃないよ。ハロ、シンデレラちゃん。誰？私、フェアリー、ゴッドマザー、トレンドの神です。何それ、インフルエンサー？まあそんな感じ。キラキラしたい女子をサポートする妖精なの。妖精？私、そういうの信じるタイプじゃ。またそう言って。願ってるでしょ？あのパーティー、行きたいって。なんで知ってるの？スマホのマイクオンになってるよ。怖い。冗談冗談、行きたいんでしょ？だったら叶えてあげる。そんな、ドレスもないし、お金も。任せて、魔法アプリ、AI スタイルアップ2025、起動。チチンピーピー。わあ、すごい。ドレスだ。しかも超おしゃれ。でしょ？バーチャルコレクション限定。タグ付きで世界に1着よ。ガチで、神デザイン。靴もね、最新型、スマートヒール、GPS 付き、Bluetooth 対応。Bluetooth？そう。落としても、ペアリングで見つかる優れもの。ハイテクすぎる。でも注意してね。魔法のバッテリーは24時で切れる。なんで充電式にしないの？魔法界の省エネ規制なの。地球に優しい。じゃあ、いってらっしゃい。王子に会って、バズって、夢つかんでおいで。はい。ありがとう、フェアリー。ようこそ、皆さん。今日はお越しいただきありがとうございます。王子、写真撮ってもいいですか？ハッシュタグつけます。尊い。で。はい。ここが武道会。すごい。全部キラキラしてる。あれ？なんか見たことない子いる。
あのドレスやばくない？どこのブランド？君、初めて見る顔だね。はい。招待されて。素敵なドレスだね。フォロワー何人？フォロワー、0です。ゼロ？逆に新鮮。SNS 疲れしないタイプだね。踊ってくれますか？もちろん。じゃあ、ミュージックスタート。やば、王子と踊ってる。あの子、何者？インフルエンサーの裏垢とか？王子様って優しいんですね。うん。でも今日みたいに本音で話せる人、珍しいんだ。私もです。なんか、夢みたいで。もうこんな時間。どうしたの？ごめんなさい。行かないと。待って、せめて名前を。すみません。スマホのバッテリーが切れるんです。バッテリー？うわ、ヒールが。落とした。これが彼女の靴。Bluetooth オンにすれば位置が。非婚、接続成功。よし、追跡開始。王子様、その靴、私のです。私のでもあります。サイズ違いますね。データが弾かれました。AI で判定された。運命子は GPS 反応。こっちだ。王子様。やっと見つけた。君の靴が僕を導いてくれたんだ。そんな、私なんか普通の子なのに。普通が今一番レアなんだよ。でも私、舞踏会で名乗ってもいないし。もうわかってる。君の笑顔、あれだけで十分。わん、認証されなかった。Bluetooth の裏切り。落ち着いて。カップル成立。ハッシュタグ、運命のマッチング。ガラスよりもスマート。フェアリー。おめでとう。世界中が、いいね、してるよ。さあ、もう一度聞かせて。名前、教えてくれる？私、シンデレラです。シンデレラ、僕の人生で一番の推しだよ。それ、プロポーズですか？トレンド入り、確定だね。二人とも、お幸せに。夢じゃないんだね。リアルだよ。ってことで、フォロー&ハッシュタグよろしく。